やっちゃいました。買っちゃいました。どうもクピオです。今なんですけど、新潟県の越中堺パーキングエリアにいます。昨日富山県出発し1泊しました。今日が2日目です。今からずっと高速道路走行し、高速道路上で2泊車中泊する予定です。このハイルーフのハイエース、気になっていた高速道路性能確かめます。今回はかなりの距離走行します。最後にハイエース買うのか買わないのか決めます。このハイエースはエムザートさんのデモカーです。もうこんな感じで常設ベッドモードにして使っています。さあ、それでは安全運転で再出発します。急遽埼玉県に用事ができました。なので行くルート距離伸びました。富山県出発し、新潟、長野、群馬、埼玉、岐阜、愛知県約750キロの高速道路旅になります。今日は風も少なく絶好のドライブ日和です。もうちょっと進んだら新潟県と長野県の県境に妙高山という標高の高い山の横を通っていきます。かなり急な上り坂なんで、そこでこの仮装されたハイエースの上りの走行性能確かめます。はい、妙高山見えてきました。上りがきつくなってきました。この車は2リッターのガソリンエンジンの陸です。やっぱり上りになると速度が下がってきますんで、アクセルを踏み足しました。そうするとまた80キロキープしてくれてます。で、ここでさらに踏み込んでみます。問題なく加速してくれますね。踏み込めばきつい上りでも追い越しできそうです。ガソリンエンジンで仮装されたキャンピングカーなので上りきついんかなと思ってましたが、全然余裕です。80キロ巡航はもちろん100キロ巡航もこの感じだと上りでも余裕でできそうです。さすがハイエース、走行性能がいいのでぐんぐん距離を伸ばせました。ノンストップで200キロ走行し、燃費のアベレージは1リッターあたり 9.8 キロです。やはりハイルーフなのでコーナリング時の傾きロールは少しありました。でも自分が今乗っているカムロードのキャブコンに比べると運泥の差があるぐらい快適です。高速道路に入る前にスーパーで大好きなアイスコーヒー買っておきました。パーキングエリアで購入した信州の栗を使ったお菓子いただきます。運転の疲れをこの栗の甘さとコーヒーの苦さが癒してくれます。運転席から後ろに移動するだけで自分だけの喫茶店です。これを体感しちゃうともうキャンピングカーのない人生は考えられません。いや、ハイエースの高速道路旅がこんなに快適とは思ってませんでした。なんか距離短く感じます。正直買うかどうかすごい迷ってます。というのもうハイエース自体は買いたいなと思ってるんですけど、このナローハイルーフでこんなに走行性能がいいんだったらワイドボディのハイエースどんだけ快適なんでしょうか。これは迷いますね。ゆっくりしていたら日が落ちてきました。それでは先に進みます。燃費がメーターの方にリアルタイムで表示されます。現在アベレージ 9.8 キロだったんで、最終700キロ以上走って1リッターあたり何キロ進むのかまたお伝えしますね。明日埼玉県用事ありますので、その手前の群馬県まで行っておきたいと思います。はい、長野県に入ってからちょっと風が吹いてきました。
横が何もない風が直接当たるところはやはりちょっと揺れますね。ハイルーフはやはり風の影響があります。本当ね、カムロードにすごい挙動似てます。カムロードのキャブコンはさらに背が高くて面積が大きいのでより顕著に影響出ますが、ハイエースの場合はまだハイルーフでもカムロードキャブコンほど高くないので半分ぐらいの揺れという感じです。今はまだ風が弱いんですけど、風速10メーターぐらいになったらどのぐらい揺れるのか体感してみたいですね。今回長距離走りますんで、また強風の時に体感してお伝えしたいと思います。富山県から出発して約300キロぐらい走行しました。今日はもうここで車中泊します。すぐ後ろトラックがずらっとエンジンつけて休まれています。晩婚なんで結構騒音はしそうですね。今日確かめてみます。やっぱりナローサイズなんで横幅余裕があってすごい止めやすかったです。全長も5メーター以内なんでかなり空いています。どこでも行けるしどこでも止められるこのナローハイルーフの良さですね。少し運転疲れましたが、あとは車内で楽しむだけです。カーテンを閉めて目隠ししていきます。思ったより車内への騒音は入ってきておりません。このサービスエリア喧騒の中での車中泊はワクワクします。まずはノンアルコールビールを飲んで落ち着きます。カーキャンパイ。風呂上がりよく冷えていてめっちゃ美味しいです。思ったより車内周りのエンジン音響いてません。もっとうるさいかと思ってたんですけどね。もうすぐ後ろはトラックのエンジンが鳴っています。やっぱりキャブコンに比べると音は入ってきますが、自分はこのぐらいの騒音だったら寝られます。で結構布とかですね、生地が多いんで音を吸い取ってくれてるかもしれません。鉄板むき出しの部分がこのキャンピングカーはないので音が反響してる感じもありません。で天井は制震材や断熱材が入ってますんで全く響いていません。やっぱりキャブコンと比べるとメリットデメリットはっきりしてますね。こういった晩コンタイプで断熱や遮音性が高いモデルが出れば一番いいですよね。走行性能もいいし車内でくつろぐ時も快適になります。でも分厚くしちゃうと車内が狭くなったりしますんでなかなか難しいですね。さあ今日の晩ご飯なんですけど、このフライパンでこのチキンラーメンを使って調理します。全部入れて焼くだけの超簡単ズボラ飯です。キャンピングカーの電気が余ってるので IH 調理器の電気はキャンピングカーの電気を使用します。パックご飯もチキンラーメンも粉々にしていきます。まずはお水少々入れてチキンラーメンを入れます。そして真ん中にご飯、焼き鳥の缶詰タレごと入れます。そして卵、ごま油小さじ1、蓋をして卵が固まるまで温めます。美味しそうにできました。仕上げに海苔とネギをかけます。
完成しました。チキンラーメンの炊き込みご飯風チャーハン、いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ごま油が香ばしく、しっかりお米に焼き目がついています。ご飯とチキンラーメン一緒に食べたらこんなに美味しいんですね。焼き鳥のタレが甘く卵とよく合います。ご飯食べてたら熱くなってきました。12ボルトクーラーつけます。冷たい風を浴びながら食べる熱々のご飯、最高すぎます。ごちそうさまでした。今回の車中飯かなり美味しかったです。簡単で洗い物もないし匂いも出にくいので車内ではおすすめです。自分味のついたご飯めっちゃ好きなんですよね。ここのサービスエリア、横川サービスエリアは釜飯で有名なサービスエリアです。もう今日は売り切れてたんですけど、明日の朝売ってるか見てみます。現在車内は 23.8 度と快適です。冷房2時間ぐらいつけていましたが、バッテリー残量 84% とまだまだあります。明日も一日長距離走行するので歯磨きして早めに寝ます。もう寝袋は敷いていますのでパジャマに着替えておきます。首は少し曲げますが、170センチの自分でも立って着替えられるのはハイルーフの最大の魅力かもしれません。現在外気温が20度とクーラーをつけなくても大丈夫そうです。窓を開けるとさすがにうるさそうなので閉めて寝ます。なぜハイエースがこんなに人気なのかよくわかりました。買いたいですね。キャブコンも魅力的なんですが、やはりハイエースの場合は駐車場どこでも止められるんですごい気が楽です。キャブコンの前は目的の場所、先駐車場、Google Earth などでチェックしておかないと止められません。なのでハイエースの一番大きいスーパーロングだと駐車場を選ぶので、キャブコンと同じような駐車場難民になると思います。このナローハイルーフか、もう一つ大きいワイドボディのミドルルーフか、このどっちか1台が欲しいですね。そうすることにより車中泊の場所がさらに広がっていろんな新しい旅開拓できそうです。おはようございます。暑くて起きました。車内は32度、外気温は40度まで上がっています。空暑いわけですね。汗かいちゃいました。尿路結石予防にブラックコーヒーに牛乳加えておきます。直接冷たい風が体に当たるのでめちゃくちゃ涼しいです。車内は26度まで下がってきました。カーテンの向こう、運転席側は36度もあります。目が覚めてきました。やっぱりクーラー最高ですね。温度自体は26度なんですけど、もうかなり寒いぐらいです。で、ただですね、現在外気温これ40度って書いてるんですけど、フロントウィンドウに温度計設置しています。なので温度計に直接太陽当たってるんですよね。なんで温度が上がってます。今アプリの方でここの温度調べたら23度でした。なんで外気温よりかなり車内っていうのは上がります。この辺は晩婚の宿命ですね。これ外気温が
23度で車内が36度まで上がっていたんで、夏場30度とかなってくるともう平気で40度50度になってきます。その状態でもこの12ボルトクーラーっていうのはしっかり冷えるのか確かめてみたいですね。やっぱりバンコンっていうのは車内の温度が上がりやすくなります。身をもって感じました。この辺がデメリットですね。着替えて釜飯売ってるか見てきます。やっぱり外はねそんなに暑くないですね。カラッとしています。今12ボルトクーラーつけっぱなしなんですけど、外に静か駅の音はあまり聞こえません。この車体下についてるんですけど、こうやると聞こえる感じですね。静かな道の駅とかだったら気になるかもしれませんが、こういったサービスエリアならもう全然問題ないと思います。目の前に釜飯本舗荻野屋ありますんで行ってきます。すいません、釜飯一つください。はい、お一つで1400円です。はい、やりました。ゲットしました。峠の釜飯、開業から135年を迎えるそうです。当時の電車が展示されています。中入れました。すごいレトロでいい雰囲気ですね。135年前ここでこの釜飯食べていたと思うと感慨深いですね。涼しい、最高です。甘く煮た鶏肉とごぼう、うずらの卵にあんず、しいたけ、栗にたけのこが入っています。いただきます。この味どこか懐かしいんですよね。ご飯にもしっかり甘い醤油の味が染み込んでいます。何よりこの器で食べたら美味しいんですよね。この釜で持って帰って自分でも釜飯作りたいと思います。ごちそうさまでした。釜飯シンクで洗っておきます。外気温は41度まで上がってきましたが、車内は25度と快適です。クーラーがなかったら車内でご飯は絶対に食べられないと思います。走行までの準備は3秒です。はい、埼玉県のセブンイレブンで少し休憩していました。かなり暑かったので車内で12ボルトクーラーつけていました。バッテリー残量が約 52% ですね。今4時です。何時間か走行してから走行充電どのぐらい充電されるか確かめてみます。さあ、ここ埼玉県から目的の愛知県までは約300キロ。埼玉県から一旦東京都入って、神奈川入って静岡入って愛知県豊橋市の M ザートさんまで行きます。はい、静岡県入って新東名の120キロ区間で120キロ走行です。かなり速いですね。メーターで120ぐらいなんで、実際は115キロぐらいかなと思います。でね、
意外といけますね。やっぱハイエースすごいですね。ただちょっと横風が吹くと挙動が乱れるんで怖さはあります。無風だったらもう全然問題ないって感じですね。なんかね、カムロードの4駆自分乗ってるんですけど、それと比べるとカムロードの100キロぐらい、そのぐらいの感じがします。ちょっとふわふわ感っていうんですかね、前が浮いてハンドルが動きやすくなります。いや久々に120キロ出したらこんなに速いんですね。もうそろそろ100キロに戻そうと思います。途中眠たかったんで仮眠していたらもう11時になっちゃいました。エンジンつけていたのはだいたい4時間ぐらいなんですけど、もう 99.99%、100% になっています。バッテリーの方は。ここの浜松サービスエリアはシャワーあるようなので行ってみます。あ、珍しいキャンピングカー止まってますね。バンテックベガです。これ全長6メーターぐらいあるんですよね。いすゞのエルフベースのキャンピングカーで、バンクの先端がとんがっててかっこいいですね。ソーラーパネルが乗っています。ここのお店の中にシャワーがあるようです。シャワーは10分300円でした。シャワーを浴びたら眠気と運転の疲れが吹っ飛びました。お腹ペコペコなんで車内で軽く調理します。高速道路入る前に買った豚バラ薄切り使っていきます。豚バラは広げずそのまま重ねたまま焼いていきます。塩コショウをまぶし、ごま油をたっぷりかけます。この上にレトルトパックのご飯をのせます。このまま蒸し焼きにしていきます。サブバッテリーはクーラーを使用してますので IH はポータブルバッテリーを使用します。片面5分ずつ焼いていきます。さあどうでしょうか。綺麗な焼き目がついています。最後にネギをたっぷりかけていきます。完成しました。豚バラのネギ塩飯、いただきます。これは間違いないです。豚バラの表面はカリカリ、中はジューシー、焼けたご飯とよく合います。味付けは塩コショウとごま油だけなんですけど、豚の脂、旨味が加わると最高の調味料になっています。そしてご飯もおこげできていてめちゃくちゃ美味しいです。これはペロッといけちゃいます。ごちそうさまでした。アルミホイルが破けてしまったのでお皿洗っていきます。今日の夜がこのハイエースと最後になります。もうすっかりハイエースのファンになっちゃいました。ただカムロードベースのキャブコンの良さも改めて分かりました。明日最終考えまとめて買うか買わないかはっきりしたいと思います。日本のキャンピングカーは本当面白いですね。駐車場のサイズ 2m×1
5メーターの中に収まることができれば、車中泊の行動範囲がぐっと格段に広がります。ただその分快適性が犠牲になります。でもその条件の中で工夫して様々なギミック、様々な発想が日本のキャンピングカーを面白くしています。まさにこのハイエースもその 2m×5m の中に入るサイズが3種類発売されてますので、面白いジャンルですね。トイレやシャワー、常設ベッドなどいろんなレイアウトを想像するだけで楽しいです。おはようございます。今日も暑くて目が覚めました。早めに寝たのでしっかり睡眠し、疲れが取れました。現在静岡県です。あと1時間半ほどで愛知県に到着予定です。ノンフライヤーでパパッと朝食いただいて出発します。ノンフライヤーで目玉焼きトーストいただきます。卵にマヨネーズ、ベーコンを乗せてノンフライヤーで加熱していきます。余熱なしで10分ほど焼いてみます。焼き上がるまでゆっくりコーヒー飲んで過ごしておきます。今回小型のポータブルバッテリー持ってきて本当に良かったです。夏場はクーラーの消費電力が高いので、キャンピングカーのインバーターでは同時調理が難しいです。ハイエースにはリチウムバッテリーのサブバッテリーと別にポータブルバッテリーを用意する、この組み合わせがいいかもしれません。焦げちゃいましたが美味しそうです。完成しました。目玉焼きベーコンマヨトースト。サックサクです。でも中はしっとりしています。なんかオーブントースターとまた違いますね。美味しいです。ごちそうさまでした。さあ、あともうちょっとですね。高速道路最後走っていきます。今冷蔵庫や車内の電源すべて切りました。で、この屋根にある風力発電ですね、タケコブターのようにくるくる回ってます。これ今現在何ワット発電されてるんでしょうか。確かめてみます。嘘やろ。0アンペア発電です。全くされてません。そうですね、発電ゼロですね。昨日調べたら3ワットぐらい発電されていたんですが、この程度の回転では発電がほとんどないようです。走行中だともっとぐるぐる回って多少発電するとは思うんですが、やはり走行充電やソーラー充電に比べるとスズメの涙のようです。高速道路750キロ走行して燃費は 10.3 キロですね。前半は 10.1 キロだったんで、もう1リッターあたり10キロ走ると思って間違いなさそうですね。
この車は肉のガソリンなんで、ディーゼルエンジンだったらもっと伸びそうです。12ボルトクーラーや仮装もされていて、この燃費なんでまあまあいいんじゃないでしょうか。高速道路性能もいいし、居住性も良かったので長距離でしたが全然しんどくなく楽しめました。やっぱり高速道路性能いいですね。キャンピングカーでは最高クラスです。人気な理由が分かりました。実際にカムロードキャブに乗ってる自分からして何が違うのか具体的にお伝えします。まずはやっぱり直進安定性が全然違いました。自分カムロードの4駆で足回り強化済みで、具体的には強化ショックアブソーバー、前後スタビライザー入れてる状態で80キロのカムロード安定性と、このハイエースの80キロの安定性だいたい一緒ぐらいでした。ハイエースは足回り何もいじってません。ノーマル状態です。新東名で120キロまで出しましたが問題なく巡航できました。風がそんなに強くなかったら120キロ巡航も大丈夫といった感じでした。自分の乗ってるカムロードだったら120キロ巡航はとっても怖くてできません。なんていうんですかね、もうハンドルがフラフラしちゃう感じですね。なんで一瞬たりとも気抜けません。もうすぐ修正ハンドルしないといけないっていう、なんかもう本当に肩が凝るような感じの運転になります。あとはこのロールですね。走っていてコーナリング時の傾きもカムロードの半分ぐらいでした。高さもこれハイルーフといえどもカムロードよりかは低いんでだいぶマシでした。あとカムロードより快適な点としては道路の輪立ちですよね。トラックとか走っていたら道路溝みたいな感じでへこんでると思うんですけど、それにカムロードの場合ハンドルが取られてなんか変な方向に行っちゃうんですよね。それがやっぱりなかったです。なので750キロとかなり長距離走ったんですが疲れはあまりありませんでした。唯一のデメリットというんですかね、カムロードに比べると乗り降りがちょっとしにくかったです。でこのドアを結構もう前回ぐらいまで開けないとここスペースが確保できないんで、この辺をカムロードよりかちょっと乗りにくかったなという気がしました。走行面の感想はそういった感じでかなり快適でした。で中なんですけど、この12ボルトのクーラー実際に今回検証しました。今回外気温が日中28度までという検証になりますが、車内26度まで冷えました。で消費電力は一番高くて 630W ぐらいでした。なのでこれ 200Ah のリチウムバッテリー積んでるんですけど、日中だったらだいたい3時間から4時間ぐらい使えるかなっていう感じです。夜だったら消費電力下がりますんで一晩はいけます。多分30度を超えてもね全然いけると思います。ただ40度ぐらいになってきて直射日光当たるともうガンガンにつけてなんとか直接当たったら涼しいかなというレベルかなと思います。この辺はバンコンなんで上にソーラーパネルですね乗っけて影にするとか、その辺の工夫が必要になってくるかもしれません。車内はもう一人旅ならちょうどいい大きさですね。カムロードのキャブコンは3人以上で使うのが快適で、ハイエースは1人2人ぐらいがちょうどいいですね。もう一個幅が広いワイドサイズになると家族3人でも問題ないと思います。寝るだけならこのエムザートさんのモデルはここもベッドになります。バーってなってここ下2人上2人で4人寝ることができます。このレイアウトもなかなか使いやすかったですね。ここ入って冷蔵庫あって調理して、でもう座ってここがリビングスペースっていう感じでしたね。でこちらのエムザートさんのハイエースも持ち込みで仮装もしてくれるようです。こちらの値段も最後帰ってから聞いておきます。では最後にですね、自分がハイエース買うかどうかなんですけど、自分はハイエースを買います。てかもう買いたいですね。かなりファンになりました。これで今年の冬北海道の車中旅行ってみたいです。このハイエースは4駆モデルがあって、その4駆はフルタイム 4WD なんですよね。なんでいちいち切り替えなくて大丈夫の4駆です。走行性能もいいので雪道も問題なく走れると思います。新車で買うのか中古で買うのかはちょっとまだ決めてないんですけど、このナローハイルーフっていうモデル結構少ないんですよね。なんで常に探しながら新車もディーラーさんとか聞いてみます。でそのハイエースを自分で DIY してキャンピングカー仕様にするか、もしくはビルダーさんにワンオフで理想のキャンピングカーを作ってもらうか、この辺も相談して決めたいと思います。この後ろはね防水にしてシャワーやトイレを使えるようにしたいと思います。で常設ベッドにキッチンなんで何か削らないといけないんですよね。なんでもうこの常設ベッドとソファーを兼用にできるようなそんなシステムにしたいと思います。で12ボルトクーラーはね今ルーフのエアコンがありますんで、そっち側の方がいいかもしれません。そうなると車体下に静か域がなくなるので雪国の塩害ですよね、潮とかも防ぐことができます。ただ上は雪積もりますんで何か冬場カバーとか必要かもしれません。今回ナロー標準幅のハイルーフということなんですけど、ワイド幅のミドルサイズも乗ってみたいですね。高速道路の横風とかさらに安定しそうです。ただこのナローハイルーフでも走行性能はかなり良かったです。一番大きいワイドボディのスーパーロング、そちら乗ったことあるんですけど、そちらはもうかなり走行性能は安定していましたが、ただ一般の駐車場止められないんで、やはりこのナローのハイルーフかもう一個大きいワイドボディのミドルルーフですね、その2種類どちらかの4駆を買いたいと思います。
それでは最後エムズアートさんに聞いて、こちらのモデルの価格も聞いておきます。はい、エムズアートさん持ってまいりました。こちらのデモカーの価格がクーラーなしだと中古車で350万ぐらいで買えるそうです。でこのクーラー込みのフルオプションだと450万から500万ぐらいで買えるそうです。どうしてもやっぱりベース車の価格によって結構変動するようです。興味ある方は一度エムズアートさんの方に問い合わせお願いします。はい、あれから2週間経ちました。やっちゃいました。買っちゃいました。注文書です。新車です。お借りしていたエムズアートさんのハイエースかなり良かったので買えるか聞いてみたんですが、デモカーしか今はないということなので別ルートでハイエース探していました。ネットで中古車探していましたが、ハイエースのナローハイルフ4駆っていうのが本当にありません。あっても10万キロ超えていて300万と新車とも100万ぐらいしか変わりません。もうそれなら追従型クルーズコントロールがついた新車の方がいいですよね。現行のハイエース9型もネットであったんですけど価格高騰していて、もう新車より全然高くなっていました。なのでトヨタディーラーさんにダメ元で何件か電話して聞いてみました。すると今だったら新型の9型発注できるということで、もうすぐに行って契約してきました。こちらが新車の注文書です。で今回旅に行ったデモカーと同じハイエースのナローハイルーフの4駆です。で寒冷地仕様のオプションつけました。あとメーカーオプションはイージークローザーや LED ヘッドランプ、デジタルインナーミラー、リアクーラー、リアヒーターで寒冷地仕様です。でこれ4ドアって書いてるんですけど、5ドアか4ドアか選べました。今回キャンピングカーにしますんで、運転席後ろ側のドア、サイドドアは開きません。で前が3人で後ろ3人の6人乗車の状態の新型です。で GL パッケージをつけました。6速 AT の4駆 2800cc のディーゼルターボです。価格は諸経費など全て込みで435万円でした。納期は1ヶ月半から2ヶ月ぐらいということです。で心残りなのはワイドボディミドルルーフですね。もう一個サイズ大きいタイプなんですけど、これも乗りたかったんですよね。でも買えるタイミングもなかなかレアなのでもう発注しました。ナローハイルーフ4駆ディーゼルって本当少ないんですよね。また車来たら紹介動画撮りますね。でその後自分で DIY するかビルダーさんに仮装をお願いするか考えます。コンパクトなハイエースで究極のお一人様仕様のモーターホームキャンピングカー作りたいと思います。そして今乗ってるキャブコンなんですけど売りません。こちらは家族使いや災害時使用します。これで永遠のテーマキャブコンとバンコンの違いなどの動画も作れるので動画の幅が広がりそうです。またいろんな企画考えていきたいと思います。